インスタのちょっとヤバめな機能、セキュリティ対策、このあたりに関して話をしようと思います。グループストーリーズに続き5年経過で実装、インスタグラム位置情報共有新機能。はい、現行の今みんなが使っているツイッターみたいなスレッズっていうものは2代目になります。初代のスレッズっていうのがありました。そこで実装予定とされていた位置情報共有機能。これが何やらヤバげで他人から場所が見えてしまうって状況にあるとかないとか。で、そもそも位置情報の精度っていうのがかなりというかもう完全にピンポイントなぐらいでわかるようになっているので、インフルエンサー活動しているとか、芸能活動とか、SNS をそういう形で活用している人とかっていうのはより注意が必要な機能なんじゃないかとは思います。機能が実装された直後って、設定がいじれなかったりとか、いじったけどうまく動作してないとかっていう可能性があるので、OS レベルで位置情報をオフにしてしまいましょう。インスタグラムって今ってマップの機能があると思うけど、そこの画面の上で、誰々さんがどこにいるとかっていうのがわかるようになってて、で、そこに対して自分で位置情報をシェアするかどうかの設定っていうのができるようになってます。一番上から共通のフォロワーに関しては、その人たちに位置情報をシェアしますよっていうことになります。で、続いて親しい友達に位置情報をシェアしますよっていう状態。で、次の段階だと、徐々に上からこのプライバシーレベルが高まっていく形になってるんだけど、特定のアカウントっていうのに関しては、友達を選択っていう項目があって、実際にこの人とこの人には共有するっていう風に設定ができるようになってます。で、一番下の非表示モード。これが一番安全なものになります。位置情報を非表示にする。はい。気になる人はこの一番下にしておくのがいいかと思います。この画面への行き方に関しては、DM の画面に行った時に上に今他の人のアイコンとか並んでたりする場所あると思うけど、そこの画面に新機能として表示されて自分の位置情報が確認できる画面が出ます。これが人によってはその DM の画面に行っても新機能として出てない場合っていうのもあります。これもあらゆる新機能に関してそうなんだけど、人によってなんかまだ新機能が使えないみたいなケースあると思うので、はい。で、まあそういう風にその場で見らんなかったとしても、その場合も適当な誰のポストでもいいので位置情報がついているものを見に行ってもらって、そこから地名がついているところ、そこを押してもらうとマップに飛べるようになってます。とりあえずこの画面、マップの画面行ったら右上に設定の歯車アイコンあるので、ここをタップしてください。タップをすると今下に映っているこのメニューが表示されるので、ここで設定をしてください。で、プラス特定の場所にいるときだけ非表示にするみたいな機能もあるらしく、これはどっからやったかちょっといろいろ触ってみてほしいんだけど、そうすると例えば、職場では別に見られてもいいや、むしろ共有できた方が便利かなと思ったとして、でも自宅は嫌だって場合は、その特定の場所では非表示にするっていう設定に行った上で、自宅の住所のところで半径が指定できるので、ここでは非表示っていうのをやっておくと、その時にはシェアされない状況になるっぽいです。はい。で、次、一応大きく分けて3段階設定いじる場所があると考えてください。先これ飛ばそうか。まず最初に設定してもらったこのインスタアプリ内の普通の非表示とかの画面、ここがうまく機能しないっていう人もおそらくいるんじゃないかと思います。例えば、この非表示モードっていうのを選んだんだけど、なぜかエラーになってしまうとか、完了画面にならないケースとかもあったりすると思うので、そういう場合とか、あとはもう念のためっていうところで考えると、もう OS レベル、スマホの OS レベルでオフにしてしまうのが一番いいと思います。要は、インスタグラムアプリに対しての位置情報の権限、これをもうオフにしてしまう。今一番上位置情報、設定画面出してるけど、一番上の使用中のみっていうところ、ここをオフにすることによって、インスタの方に位置情報が伝わらなくなるので。はい。で、この画面の行き方、これ何パターンか、このインスタグラムに対しての位置情報の設定の仕方ってあるんだけど、例えば、iOS の中の設定のアプリの中から、位置情報って検索すると、アプリ名がずらんと並んで設定、そのアプリに対してオンオフにするっていう画面あると思います。で、それでやろうとしたときになぜか対象のアプリの名前が上がってこないっていう場合があるので、そういう場合も含めてこっちの方法をちょっとお勧めします。設定アプリ起動してもらって、下の方に行くと一番下にアプリっていう項目出ています。はい。で、このアプリっていうのをタップすると、こんな感じでずらーっとアプリの一覧が出ます。はい。で、今ここ、中段ぐらいにインスタグラムってアプリの名前出てます。で、ここをタップすると、インスタグラムに対しての権限渡す、渡さないが一覧で表示されます。上から一覧情報とか連絡先とか写真とか位置情報だけの設定ではなく、もうずらっと並ぶので、一番上の位置情報っていうのを、ここも何項目かあるので、アプリの使用中のみだとか、今使用中のみって設定してるけど、とかオフにするとか、とりあえず無難に行くのであれば、ここをもうオフにしちゃってください。
はい、オフにすると、もうインスタ自体に位置情報がもう OS レベルで渡さないようになっているので、位置情報を気にする必要がなくなります。この画面だったかな、なんかこの辺りの画面の時点で位置情報をオンにしてくださいっていうメッセージが出ます。そう。だからつまりはもうその時点で位置情報が渡っていないっていうもう証にもなるんだけど、一応ダブルでやっておけば、より安全かなと思います。で、この機能が今なぜ実装されているのかとかもわかんないんだけど、新機能ってさ、何の告知もなく実装されることはあるんだけど、ちょっと問題をはらむ機能だっていうことは、インスタグラム側も把握できそうなもんだけど、どうなんだろうね。と言いつつ、やばい機能って昔にも実装されたことはあったから、とりあえず何にせよ間違って実装されたとか、間違った仕様で実装されてしまった。初っ端からもう周りに見えてしまう状態になってるんでちょっとやばいじゃん。これ人によってそういう人もいたっていう声も上がってるから今の言い方をしているだけで、全員が全員そうかもわかんないし、つまりはこれがもし間違って実装されたものであれば、インスタグラム側が何か対処するかもしれないし、実装自体はちゃんと狙ってやったものだとしても、初期で周りの人に分かっちゃう状態はまずいっていう認識をすれば、このアップデートで修正を加える可能性とかもあったりすると思います。対応しましたとか、そういう声明を発表するまでの間だけでも iOS レベルで設定、位置情報をオフにしておくとか、それが無難かなとは思います。はい。で、この話題ってもう Twitter 上とか X 上とかでもいろいろ話題にはなって、もう散々ここを設定するといいとかっていう話上がってると思うんだけど、さらに上がっているのが、お知らせのとこからこの地図っていうのを設定するっていう話が上がっていたりします。はい。で、俺もその Twitter にさっき最初に見せていた投稿の中でも、この画像はシェアしてしまったんだけど、シェアしたのがまずいってわけじゃないんだけど、これはね、ちょっと意味合いが違う気がします。いっぱいツイートしてる人たちがどういうツイートをしてるかってちゃんと見てないかわかんないんだけど、今まんま項目名読み上げたみたいに、このインスタアプリ内の設定のお知らせをタップした中の地図っていう項目が今下の方にあって、地図をタップすると、そこの中にオンとかオフとかいっぱい並んでるんだよね。例えば最後にアクティブになった場所のシェアとか、位置情報の共有リクエスト、位置情報のシェアのリマインダーとかってあるんだけど、これは大前提としてお知らせってなってるので、これをオフにしたところで位置情報の共有自体がオフになるとか、そういうことは考えづらい気はします。とは言っても項目名がややこしいから、例えば一番上の最後にアクティブになった場所のシェアって言われちゃうとちょっと不安を感じるじゃん、お知らせって。お知らせだから普通に考えてさ、自分に対しての通知に対しての設定だとは思うんだけど、最後にアクティブになった場所のシェアってのは、例えば共有設定にしてある別の人たちの位置情報がシェアされたことをこっちに通知してくれるっていう設定のことなのかもしんないし、ちょっと捉え方次第。何にしろオフにしときゃ全部無難であるとも言えるんだけど、真逆になる可能性もあるなって思うのが次の項目で、位置情報の共有リクエストっていう項目。仮にオフにしたとしたら、例のところを見ると、誰々さんからあなたの位置情報を地図上に表示するようリクエストされましたっていう例文になっています。これ何を意味するかっていうと、ちょっと今回画面出せてないか分かりづらいとは思うんだけど、他の人が自分に対して位置情報をシェアしてってリクエストすることができます。ちょっとどっかで待ち合わせして、今ついてるやつでどこにいんのとかってやった時にさ、これの位置情報が渡せたらこれは便利じゃん。じゃあ例えば A ちゃんが自分に対して位置情報を教えてってリクエストの機能を使ったとして、その時にオフにしていると多分こっちにリクエストが来ましたっていう通知が来ないとか、そういう見えないとかってことの可能性があるので、で、プラス例えばそのさ、なんか探りを入れようと思う人とかが例えばいたとしてね、それこそ芸能人とかインフルエンサーとかそういう人たちに対してでもいいと思うんだけど、ステアカかなんか使ってさ、知人であるような人の名前に似たようなアカウントを作ってとかでやるとかだったらあってもおかしくないじゃん。例えばそれこそあれね、ストーカーとかそういう人たちが、そういう時に誰がリクエストしてきたかっていうのがわからないと、ちょっとそれはそれで不安じゃん。リクエストした履歴が見られればさ、何か対処の方法があることもあるかもしれないし、実際に送られてきたところさ、こっちがリクエスト許可しなければ、シェアをしなければ、それで危険は何もないわけだけど、なんか履歴として見られる状態っていうのは、どちらかといったらあった方がいいような気もするので、いろんな意味合いで。はい。だからそう考えると捉え方次第でここオンにするかオフにするかって変わってきちゃうんだよね。で、一番最後の項目も位置情報のシェアのリマインダーも分かりづらい。だからここはちょっと各自判断してもらってがいいのかもしれない。だからもう言葉も含めて分かりづらいし、もう全部不安を取っ払いたいってことであればオフにしちゃうのが無難なの
かも。本当に繰り返しになるけど、ちょっと特に今回のはあんまり正確に把握できているわけではないので、何かそうじゃないとか、なんか気づいた点、違うとかっていう点があれば、ぜひコメントなんかで残してもらって教えてもらえると、そのコメントで質問とか、間違ってますよって書いてもらうことによって、他に見に来た人がコメント欄見た時に助けになるっていうケースもあると思うので、はい、なんか間違いとかの指摘プラス自分の環境ではこうですとか、そういうタグでも残しておいてもらうと、いろんな人の助けになると思うので、よかったら気軽にぜひお願いします。はい。で、もう一点そうだ。最初に言えばよかった。これは多分現時点 iOS だけなのかな、この機能は。この部分は後で追加で録音しています。この動画編集している間に Android 側でも確認取れました。基本的には今回 iOS で解説したことと同様となるので、OS レベルでの位置情報のオフに関しては、Instagram を長押しして権限から設定してください。はい。ということで、なんかだから、この前の4ヶ月前ぐらいのグループストーリーズっていう機能が5年経っていきなり実装されたっていうのに似たような傾向というか、これも5年ぐらい経って、2019年に前にツイートしたものに対して今回いきなり実装って感じだったので、振り返ってみると多分 Facebook とかにもこういう機能あった気はします。元をたどればもっとなんか位置情報共有専用のアプリとかもいろいろあったりするとは思うけど、もっと元をたどるとスナップチャットの機能を散々インスタがパクっていて、ストーリーズに関してもそもそもスナチャが発祥の機能だと思うので、そこのパクリの中で5年前になんかまたパクろうとインスタがしているみたいな話の中で5年経って今実装みたいな。はい。というところで、ちょっと古い機能が今になってくるっていうのがあるから、他の機能も来たりするのかなとか、ちょっとそこも気になるところあるんだけど。はい。ということで、今回は以上となります。こんな感じで SNS の最新情報に関してもちょこちょこ発信していければと思うので、よかったらフォローなどお願いします。